皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。あゆみです。そして隣にいるのは、ケンです。聞いてくれてありがとうございます。早速ですけど、ケンさん、最近居酒屋に行きましたか？行きましたよ、友達と3人で。いいですね。何を食べたんですか？焼き鳥とか枝豆とか定番のものを頼みました。定番、やっぱりそうなりますよね。そうなんです。でも、外国の友達が一緒だったので、ちょっと面白いことがありました。え、何があったんですか？席に座ったら、すぐに小さいお皿が出てきたんです。頼んでないのに。あお通しですね。そうです。友達が、これ頼んでないよってびっくりしていました。それ外国の方はみんなびっくりしますよね。はい。だから、居酒屋の文化って日本語学習者の皆さんにもぜひ知ってほしいなと思って。確かに。じゃあ今回のテーマは日本の居酒屋文化ですね。はい。居酒屋は日本の文化がたくさん詰まっている場所なんです。ワクワクします。たくさん教えてくださいね。もちろんです。じゃあまずお通しの話から聞きたいです。お通しって何ですか？お通しは居酒屋に入ったら自動的に出てくる小さい料理のことです。自動的にですよね。自分で選べないんですよね。そうです。お店が決めたものが出てきます。だいたい300円から500円くらいです。ええ、頼んでないのにお金がかかるんですか？はい。これは席料みたいなものです。席を使うためのお金という考え方ですね。なるほど。テーブルチャージみたいな感じですね。そうです。だからびっくりしなくて大丈夫ですよ。でも、お通しが美味しくない時もありますよね。ありますね。正直に言うと当たり外れがあります。当たり外れ？いい時とあまり良くない時があるという意味です。わかります。美味しいお通しだとラッキーって思います。僕もです。美味しいお通しが出るとそのお店への期待が上がりますよね。本当に、お通しでそのお店のレベルがわかる気がします。いい視点ですね。居酒屋に初めて行った時、覚えていますか？覚えていますよ。大学生の時でした。先輩に連れて行ってもらったんです。先輩と緊張しませんでしたか？しました。何を頼んでいいかわからなくて。でも先輩がとりあえず生でって言ったんです。出ました。とりあえず生。これ居酒屋の超有名なフレーズですよね。有名です。とりあえずは、まず最初にという意味ですよね。そうです。生は生ビールのことです。つまり、まず最初にビールをくださいという意味です。日本人は最初にビールを飲む人が多いですよね。多いですね。もちろんビールが嫌いな人は別のものを頼んでも大丈夫ですよ。私はビールよりハイボールが好きです。ハイボールも人気ですよね。ウイスキーを炭酸水で割ったものです。さっぱりしていて美味しいんですよ。そうですね。最近はレモンサワーも若い人にすごく人気です。レモンサワー、飲みやすくて美味しいですよね。はい。お酒が強くない人にもおすすめです。あと、居酒屋といえば乾杯ですよね。そうです。みんなの飲み物が届いたらグラスを持って乾杯と言います。乾杯の前に飲んじゃダメですよね。はい。これ大事なマナーです。みんなが揃うまで待ちましょ待つのが大変な時もありますけどね。う。わかります。喉が渇いている時は特に。そうなんです。でも我慢します。偉いですね。ところで、居酒屋での注文の仕方って独特ですよね。そうですね。居酒屋は料理を何品かみんなでシェアするのが基本です。一人一品じゃなくてみんなで分けるんですね。はい。だから、これ食べたい人いるとか、何頼むって相談するんです。それが楽しいんですよね。楽しいですよね。でも、外国の人には少し不思議に感じるかもしれません。確かに自分の料理は自分で決めたいという文化もありますもんね。そうです。でも、シェアするからこそ、いろんな料理を少しずつ楽しめるんです。なるほど。いろんな味を試せるのがいいところですね。はい、ビュッフェに近い感覚かもしれませんね。自分の好きなものを少しずつ取る感じです。
ああ、その例えわかりやすいです。ありがとうございます。居酒屋の料理で人気があるのは何ですか？まず焼き鳥は外せないですね。鶏肉を串に刺して焼いたものです。焼き鳥美味しいですよね。塩派ですか？タレ派ですか？僕は塩です。シンプルが好きなので。私はタレ派です。甘じょっぱい味が好きなんです。甘じょっぱいって甘いとしょっぱいが混ざった味のことですね。そうです。日本の味って感じがします。あとは唐揚げも人気です。鶏肉を揚げたものです。唐揚げ、みんな大好きですよね。はい。それからお刺身も定番ですね。新鮮な魚を生で食べるものです。お刺身はお酒に合いますよね。合います。特に日本酒とお刺身の組み合わせは最高です。日本酒も居酒屋の楽しみの一つですよね。そうですね。日本酒は冷たくしても温かくしても美味しいんですよ。え、温かい日本酒があるんですか？はい。温めた日本酒のことを熱燗と言います。冬に飲むと体が温まりますよ。へえ、飲んでみたいです。ぜひ試してみてください。ところで、居酒屋で気をつけた方がいいマナーってありますか？はい、いくつかありますよ。まず一つ目は、お酌の文化です。お酌？何ですかそれ？お酌は、相手のグラスにお酒を注いであげることです。ああ、自分で注ぐんじゃなくて人に注いであげるんですね。そうです。特に目上の人、つまり年上の人や上司と一緒の時は、お酌をするのがマナーとされています。上司って会社で自分より立場が上の人ですよね。はい。ただ、最近は気にしない人も増えてきていますよ。そうなんですね。時代が変わってきているんですね。はい。でも、もし上司や先輩と飲むときは知っておくと安心です。なるほど。他には？二つ目は飲み放題というシステムです。飲み放題。これすごいシステムですよね。はい。決まった金額を払えば、時間内は好きなだけお酒が飲めるシステムです。だいたい何時間くらいですか2時間が多いですね。だいたい1500円から2500円くらいです。ええー、2時間も飲めるんですか？お得ですね。お得です。ただ飲みすぎには注意してくださいね。はい、気をつけます。あと、飲み放題にはラストオーダーがあります。ラストオーダー？最後の注文という意味です。時間が終わる30分前くらいに最後の注文をしてくださいと言われます。ああ、そのタイミングで頼まないともう頼めないんですね。そうです。だからラストオーダーの時は忘れずに頼みましょ大事なポイントですね。う。3つ目のマナーは靴を脱ぐ席があることです。あ、座敷席ですね。はい。座敷は床に座るタイプの席です。靴を脱いで上がります。外国の方は靴を脱ぐことにびっくりするかもしれませんね。そうですね。でも日本では家でも靴を脱ぐので自然なことなんです。確かに日本の文化ですよね。座敷が苦手な人はテーブル席をお願いすることもできますよ。それなら安心ですね。はい。遠慮なくテーブル席はありますかと聞いてみてください。遠慮なくですね。遠慮なくって気にしないでという意味ですよね。はい、そうです。気にしないで自由にどうぞという意味です。使いやすいフレーズですね。そうですね。日常でもよく使います。ケンさん、居酒屋で何か失敗したことってありますか？ありますよ。初めて会社の飲み会に行った時、大失敗しました。え、何があったんですか？乾杯の時、上司より先に飲んでしまったんです。それはちょっと気まずいですね。気まずかったです。上司は笑ってくれましたけど。優しい上司でよかったですね。はい。でもその時学びました。目上の人より先に飲まないこと。経験から学ぶって大事ですよね。本当にそうです。私も失敗したことあります。へえ、何ですか？友達と居酒屋に行った時、お会計で恥ずかしい思いをしたんです。お会計で？はい、割り勘にしようと思ったら現金が足りなくて。それは困りますね。そうなんです。割り勘ってみんなで同じ金額を払うことなんですけど、はい。居酒屋では割り勘にすることが多いですよね。
でも最近はスマホで払えるお店も増えましたよね。増えました。でもまだ現金だけのお店もあるので、現金は持っていた方がいいですね。そうですね。特に小さい居酒屋は現金だけのことが多いです。大事なアドバイスですね。ケンさん、会社の飲み会って居酒屋が多いんですか？多いですね。日本では仕事の後に同僚と居酒屋に行くことがよくあります。同僚は一緒に働いている人のことですよね。はい。飲み会は仕事の関係を深める大切な場なんです。仕事の話もするんですか？仕事の話もしますけど、プライベートの話もしますよ。へえ、お酒を飲むとリラックスして話しやすくなりますもんね。そうなんです。日本語には無礼講という言葉があります。無礼講、それは何ですか？簡単に言うと、立場を気にしないで楽しもうという意味です。ああ、上下関係を忘れて自由に話していいよということですね。はい。ただ、本当に無礼講かどうかは空気を読む必要があります。空気を読む、これも日本の文化ですよね。そうです。空気を読むとは、その場の雰囲気を感じ取ることです。難しいですけど、大事なスキルですよね。はい。でも、無理に覚えなくて大丈夫ですよ。自然に身につきますから。ケンさん優しい。ところで、最近の居酒屋は変わってきていますね。どう変わっていますか？まず一人で行ける居酒屋が増えています。一人居酒屋、最近流行っていますよね。はい。カウンター席があって一人でも気軽に楽しめるんです。気軽にってあまり緊張しないでという意味ですよね。そうです。一人で静かにお酒と料理を楽しむ。それもいい時間ですよね。素敵ですね。私もやってみたいです。おすすめですよ。あと、お酒を飲まない人向けのメニューも増えています。お酒を飲まなくても居酒屋に行けるんですか？もちろんです。ノンアルコールの飲み物もたくさんあります。それならお酒が飲めない人も楽しめますね。はい。居酒屋はお酒を飲む場所だけじゃなくて、みんなで楽しむ場所なんです。いい言葉ですね。あと、居酒屋に行くとき、知っておくと便利なフレーズがありますよ。教えてください。まずお店に入ったら、何名様ですかと聞かれます。何人ですかという意味ですよね。はい、2人ですとか3名ですと答えましょう。簡単ですね。次に注文するときは、すみませんと手を挙げて店員さんを呼びます。ボタンがあるお店もありますよね。はい、テーブルに呼び出しボタンがあるお店も多いです。ボタンを押すと店員さんが来てくれます。便利ですよね、あのボタン。便利です。あと、お会計の時は、お会計お願いしますと言います。お会計お願いします。覚えやすいですね。はい。レジで払うお店が多いですが、テーブルで払うお店もあります。お店によって違うんですね。そうです。わからない時は、お会計はどこですかと聞けば大丈夫です。なるほど。聞けば教えてくれますもんね。はい。日本の店員さんはとても親切ですよ。さて、そろそろまとめの時間ですね。そうですね。では、今回の話をまとめましょう。お願いします。まず一つ目。お通しは自動的に出てくる小さな料理で適量のようなものです。びっくりしなくて大丈夫です。はい、知っていれば安心ですね。二つ目。居酒屋では料理をみんなでシェアして楽しむのが基本です。いろんな味を試せるのがいいところです。たくさんの料理が食べられて楽しいですよね。三つ目。飲み放題やお酌、乾杯など居酒屋には日本独特の文化がたくさんあります。マナーを少し知っておくともっと楽しめますよ。完璧なまとめですね。ありがとうございます。では次に、今回のベストフレーズを3つ紹介しましょう。はい。一つ目は、とりあえず生でです。居酒屋に行ったら絶対使えるフレーズですよね。はい、まず最初にビールをくださいという意味です。最初の注文で使ってみてください。2つ目は何ですか？二つ目は遠慮なくです。気にしないで自由にどうぞという意味ですね。誰かに何かを勧めるときに使えますよね。遠慮なく食べてくださいとか。そうです。とても自然な表現です。3つ目は？三つ目はお会計お願いしますです。
これは居酒屋だけじゃなくて、レストランやカフェでも使えますよね。はい、どこでも使えるとても便利なフレーズです。ぜひ覚えてください。いいフレーズばかりですね。ありがとうございます。最後に、リスナーの皆さんに質問があります。はい、どうぞ。皆さんは居酒屋に行ったことがありますか？もし行ったことがあれば、何が美味しかったか、ぜひコメントで教えてください。行ったことがない人は行ってみたい料理でもいいですよ。そうですね。コメント待ってます。ではまた次回お会いしましょう。聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。またね。